はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はパチパチっていうですね、はい、こんな感じのクラックな打鍵感になるキーボードの作り方を紹介していこうと思います。はい、今日はですね、冒頭にお伝えした通り、パチパチっていうクラックな打鍵感になるキーボードの作り方というのをですね、お伝えしていきたいと思います。で、先日アップしたこちらの、コトコト音のキーボードを作る方法という動画なんですけども、おかげさまでいろんなところから非常に反響がありまして、これは早めにですね、コトコトの次、パチパチのクラックな音をですね、出すバージョンの方も作らないといけないなと思って、今回動画をですね、急遽作成しているというような感じです。そこで今回はパチパチ、つまりクラックな音のキーボードを作る方法について解説していこうと思います。またこのキーボードをですね、どのように作ったのか、すでに分解してありますけども、その組み立て方の構造のところも含めてお伝えできればと思いますし、そもそもコトコトだったりパチパチだったりっていうこの音に関してもですね、構造的なところ、キースイッチの素材のところ全てですね、説明していきますので、この動画最後までご覧になっていただければ、同じような形のクラック、パチパチっていう音のキーボードがきっと作れるようになると思いますから、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。ちなみに、てんぱぱ TV ではこんな感じで、キーボードの好みの音の出し方とか、キーボードの改造の仕方に関して、動画をですね、定期的にアップロードしていますので、見逃したってならないように、ぜひチャンネル登録していただいて、最新動画チェックいただければと思います。それでは早速本編スタートです。はい、まずそれではですね、まずパチパチって音に関してご説明できればと思います。で、この話はですね、コトコトの回、こちらですね、先ほどもお見せしましたけど、こちらでも解説しているところではあるので、重複するところあるんですけれども、こちらの動画見てないという方もいらっしゃると思いますし、復習も兼ねて、ぜひこちらの解説もしていきたいなと思います。で、僕らがですね、パチパチっていう音、英語で言うとクラックなわけですけれども、この音の正体というのは、高周波数の音というふうに言えますという感じです。で、高周波数の音の対義語は低周波数の音という形になるわけですけども、この2つの音の違いというのは、こんな感じで見ていただくと分かるんですけれども、音の波のところの間隔にありますという感じです。で、間隔が狭いほど高周波数の音、逆に間隔が広いほど低周波数の音という感じになっているというところです。ちなみにこちらのパチパチ感のあるクラックなキーボード、ちょっと今分解しちゃってますけども、とコトコト感のあるソックなキーボードの波形をちょっと見比べていただければと思います。はい、ご覧になっていただいて分かったかと思うんですけども、前者の方が波形の幅が短かったのが分かるかなと思います。で、これがクラックな音、パチパチっていうですね、音の特徴なんですけれども、逆に後者の方はコトコトっていうソックな音の特徴だということが分かります。それではこれからですね、パチパチな音にするためにはどうすればいいのかということで、その方法をですね、構造的なところからお話しできればと思います。それでは次のセクションどうぞ。はい、それではここではですね、どのようにしてパチパチクラックな音を出せばいいのかというのをですね、表にまとめたので見ていければと思います。で、こちらですね、先ほどもちょっと申し上げたんですが、コトコトのキーボードの作り方の部分と、同じものにはなるので、重複しちゃう部分であるんですけれども、ぜひ、復習も兼ねてですね、見ていただければと思います。はい、ちょっとこんな感じで勉強会チックになっちゃうんですけども、非常に大事なので、ぜひ、見ていければと思いますし、ぜひ皆さんもご自身で、キーボードを改造されるときにですね、参考にいただけると非常に嬉しいなという感じです。で、まず、この表を見ていただいて、左側と右側があるかなと思います。で、左側がクラック、高周波数の音、右側がソック、低周波数の音を出すための工夫という感じです。で、まずケースの材質という、観点に関しては、クラックの方に関しては軽量で硬い材質、アルミとかプラスチックですね。で、一方でソックの方に関しては重量があって密度が高い材質っていうところを、お勧めされているという感じです。で、ケースの厚さに関してはクラックは薄い、ソックは厚いというところです。で、内部の干渉材に関しては、クラックの方が少なめもしくはなし、ソックは厚めという感じになってまして、キーキャップの材質がクラックが、ABS とか PBT で PBT だとしても薄めですね。背が低い PBT だったり、あとは、そのキーキャップの薄さ自体が薄いキーキャップ、PBT のものを使うといいと言われてます。で、一方でソックの方に関しては厚い PBT ですね。キーキャップの厚さが厚い PBT だったり、あとは、背が高いですね。SA プロファイルといったああいうプロファイルを使うといいと言われてます。で、プレートの材質の方に関してはアルミニウムやスチール、硬質でですね、反響音を生む
材質がいいと言われてまして、一方で THOC の方に関しては、17材質、ゴムとかシリコンとかそういう設計がいいと言われています。で、キーボードの足のとこですけども、ちょっとこの辺細かいというところになりますが、クラックの方は基本的には滑らかで、あんまりその振動を吸収させない方がいいというところで、一方で THOC の方はゴム足で筋動を吸収させますよという感じです。で、スタビライザーに関しては、クラックの方に関しては標準のスタビライザーで、薄めの潤滑ルブですね。で、THOC の方はしっかりルブしてあげましょうよというような感じでなってるというところになります。はい。以上ですね、見ていただいて、クラック、高周波数の音と THOC、低周波数の音を作り出す、キーボードの工夫というところになってまして、これ全部必ずやらなきゃいけないということではなくって、ある程度の組み合わせというか、強弱はつけて全然いいと思いますし、今回私が紹介するキーボードの構造に関しても、この辺うまくちょっと組み合わせて、もちろん実験をしながら、自分のキーボードに最適な形をとっているという感じです。ただ大きく分けると、大きくまとめるとですね、このクラックな音を出すためには、薄いケースで、少ない干渉材で、背の低いキーキャップを使いましょうというところと、スイッチのスイッチプレート、スチールのスイッチプレートみたいなところが必要ですよねというところが、分かっていただけるんじゃないかなと思います。さて、ここまでが、構造の話になりますので、もう一つですね、非常に重要な話がしますと。それは何かというと、キースイッチ。こちらが非常に大事という感じです。今ここにすでにキースイッチ2つご用意してますけれども、この形でキースイッチ何を選ぶかによって音全く変わってきますので、非常に大事というところです。で、なんで、このキースイッチ大事かというと、このキースイッチ自体が音を生み出す原因というか、根本のところになるからというところになります。で、やっぱりですね、何のキースイッチ選ぶかによって、コトコト音になりやすいか、パチパチ音になりやすいかっていうのが決まってしまいます。で、どうしても音っていうのは作り出された時点で高周波数なのか低周波数なのかというのがほぼ決まっていますので、この出された音を変換するというのはほとんど不可能で、あくまで今回お見せしたフォームとかこのプレートの材質とかというのは、そのですね、音を増幅させたり減衰させたりというところに役立つという点になりますから、あくまで音はキースイッチから出てるんだということを考えると、このキースイッチ選びの重要性というのが理解できてくるんじゃないかなと思います。なので、じゃあですね、このパチパチ音を作り出してくれるキースイッチってどういうものなのっていうところを、この次のチャプターではお話しできればと思いますので、ぜひご覧になってみてください。はい、それではですね、早速パチパチ音を出すキースイッチの特徴というところを、こちらもですね、表にまとめたので、ちょっとご覧になってみていただければと思います。で、まずはこちらですね、素材の材質に関してまとめた表になってます。で、よく聞く材質をここに4つまとめてまして、ポムと UPE と PC とナイロンという形をここでは作ってます。で、比較的このパチパチ音にいいと言われているのが、特にポリカーボネート。ここの素材が入ってくると、比較的高周波数ですね、パチパチっていう音が出やすいというふうに言われていますので、この表を見ていただいてわかると思いますが、PC のところが入っているというところが組み合わせにとって重要なんじゃないかなというところはあります。じゃあ、ここの表見ていただいたと思うので、次はどういう素材の組み合わせがいいのかというのをまた表にまとめてますので、こちらもちょっとご覧になっていただければと思うんですけれども、今回は2つの組み合わせご紹介しようと思ってます。まず1つ目がポムと PC。この組み合わせのキースイッチというのは、比較的ですね、高周波数パチパチって音が出やすいというふうに言われてます。で、この特徴のところに説明が書いてあると思いますので、細かいところは読んでいただければと思うんですけれども、PC ポリカーボネートでパチパチ音を出しつつ、ポムで滑らかにキースイッチを動かすという形にすることで、このパチパチ音を強調させるということが可能になりますので、この組み合わせが一つ、考えられるかなと思ってまして、具体例としてはテックスイのハニーピーチスイッチですね。こちらですね、過去に紹介しているキースイッチになりますけども、こちらがその一つの具体例という感じです。はい、2つ目の組み合わせなんですけども、ナイロンとポムというこの2つの組み合わせもですね、パチパチ音を出しやすいというふうに言われています。で、ナイロンの方もですね、コトコトのキースイッチの方にも利用される素材ではあるんですけれども、ただですね、PC ポリカーボネットほど鋭くはないんですけども、比較的そのコトコトじゃなくて
パチパチっていうですね音を出すのにも役立つというふうにされているので、このナイロンというところの素材が入っているというところも実は大事という感じになってますので、このナイロンとポムの組み合わせというところも一つで、具体例としては HMX のマカロンが一つ当てはまるかなと思っています。でマカロンに関しては、こちらの動画でご紹介してますので、気になる方ご覧になっていただければなと思います。というわけで、こんな感じのですね組み合わせをしていただくと、パチパチ音クラックな音がですね出やすいキースイッチをゲットできるというふうに思いますので、ぜひキースイッチ選ぶ際にはですね素材チェックいただいて、紹介した組み合わせかどうかを見てもらうといいんじゃないかなと思います。で特にやっぱり PC とポムの組み合わせはですねパチパチ出やすいというふうに私は経験上思ってますので、実際この、さっき見ていただいたこのテック C さんの、これなんかまさにそれなんですけれども、パチパチ音出やすいような、素材の組み合わせになってますので、こっちはかなりおすすめかなと思ってます。でマカロンさんの方はこっちになってくるんですけども、こっちも、先ほどの2つ目にあったナイロンとポムの組み合わせなんですが、実は HMX の、マカロンですね、素材の中にもう1個 PC が含まれているような感じにはなるので、そういう意味で言うと、PC とナイロンのパチパチと、このポムのところの組み合わせというところでうまくパチパチ音が出てるのかなと思いますから、その辺はですね、必ずしもこの2つの組み合わせである必要はなくて、さらにプラスアルファということもあると思います。なのでこの辺見ていただいて、自分がパチパチ音のキースイッチを選んでいるのかどうかというところをチェックいただくといいんじゃないかなと思います。それではですね、続いては、こちらのですね、私のキーボードの方の構造を実際に分解していますので、ここどうやって作ってるのかというところを皆さんにご説明できればと思います。それでは早速こちらのキーボードを分解してどのような構造になっているのかというところを解説していければと思います。でちなみにですね、このキーボード自体はプランク V7 という種類のキーボードになっていまして、40% のオーソリニアの配列のキーボードになっています。でこちらのキーボードの紹介はですね、こちらの動画の、組み立て動画載せていますので、興味ある方はですねご覧になっていただければと思います。じゃあ早速構造に関してお話ししていければと思うんですけれども、まずは本当にシンプルな構造でして、どのキーボードもそうなんですけども、ケースと PCB、そして、スイッチプレート、この3つをどう組み合わせるかというだけの話になります。でもちろんパチパチ音を出すためにどういう工夫をしているのかというところをここからお話しできればなと思ってます。でシンプルにまずまとめから言ってしまうと、このケースの上に PCB を置いて、で PCB の裏にはこんな感じで、マスキングテープを貼っているような感じです。でその上に、緩衝材を敷いて、その上にスイッチプレートを置くというような感じで作っているというのがこのプランク V7 の構造になってます。非常にシンプルなんじゃないかなと思いますし、皆さんもそう感じたんじゃないかなと思います。でこの構造を作るときに注意した点、意識した点2つありますので、そこをですねお伝えできればと思います。まず1点目なんですけれども、この PCB とケースの間ですね、ここにはマスキングテープ以外には何も敷かないようにしたというところは一つ私の意識した点になっています。で以前はここ敷いてたんですけれども、敷いてしまうとやっぱ音がですねパチパチ音が消されてしまうというところがあったので、すでにこれを外しているというところと、そうするとじゃあこの PCB とこのケースの当たる音がうるさいんじゃないかというところに関しての心配についてはマスキングテープさっき見ていただいたように貼ってたと思うので、そこで解消しているのと、あとはですねデスクのマットの上で置いたりとかっていう形にすることで振動を抑えるような設計してたりするので、そこでその嫌ななんていうんですか、振動音を衝撃吸収してうまくやってるというような感じで作ってます。で続いて2点目の方なんですけれども、先ほどの表にあったようにこんな感じですね。クラックな音を作るときには緩衝材は極力ない方がいいよということを書いてあったと思います。で私自身もですね今回このキーボードいくつか試行錯誤してこの、形にたどり着いているわけなんですけども、この緩衝材がないバージョンとかも作ったりしていろいろ試してたんですけども、そうするとですねなんか嫌な音ですね、なんかこう金属が反響するような音がどうも嫌で残ってしまってですね、これは嫌だな、さすがになと思ったので、結果的にこの緩衝材を入れてそういう音をですね消すようにしてます。ただそれでも、緩衝材できるだけ少なくしようとは思ってはいるので、この3つだけにしていますというところなので、その辺は一応工夫をしてこのような形になってますというところになります。ただこの辺りはもうこのプランク V7 だからこういう形をしているので、皆さんがこう改造したいと思っているキーボードの構造によっては全く緩衝材載せない方がいいとか、逆に私みたいに多少は載せた方がいいとか、いろいろ変化あると思いますので、そこはぜひ試していただいてベストな
打鍵オンのところをですね見てもらえればなとは思いますが、少なくとも私に関してはちょっとした干渉剤を入れることをしておくことで嫌な音を消すという形にして、逆にそのパチパチの高周波数の音を引き出すような形の構造を作ったという感じです。でちなみにこのケースなんですけれども、ここですね、はい、幸いなことにと言いますか、プランク V7 のケースって実はこのK2 の厚さがたった 4mm しかなくて意外に薄いんですよね。なのでその点もこのプランク V7 パチパチ音を作るキーボードとしては結構いいのかなと思ってる感じになってます。逆に言うと、コトコト音のキーボードを作るにはちょっと厚さが足んなくて物足りないなと思いますし、高さもあんまり意外に見ていただいてあんまないと思うので、そういう意味でもフォームをあんまり敷けないということもあるので、結構この V7 はコトコト音よりはパチパチ音向きなのかなというところは感じている部分です。でちなみにですね、先ほどお見せしているこの干渉剤ですね、はい、これに関してはもう100均で、キャンドゥの100均で買った引っ越しの際になんか割れ物を包むような干渉剤を使っているというところと、このポロンの、シート、これですねに関しては Amazon で売ってるこちらをですね購入して、カッターナイフで、こんな感じのカッターナイフですね、これ平場っていう平ったい刃でですねこうサク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 切っていくような形で、型取りをしているという感じです。なのでこの辺はもう本当に自分で改造するという場合には本当に図画工作、図工の時間のようにどんどん自分で切ったりして作っていく必要があるよという点になってます。であとはスイッチプレートになってくるわけですけども、スイッチプレートは今はこのスチールですねのものを使っているという感じです。で昔はポムのものを使ってたんですけれども、先ほどの表に、こんな感じであったと思うんですけども、このスイッチプレートのところ見ていただくと、クラックの方を音を出すにはスチールの方がいいというふうに書かれてたので、私自身もこれ自分で作ってからちょっと変えてみたんですけども、そこの違いに関してはですね、この後実際にタイピングの動画を載せますが、その時にはポムのスイッチプレートの場合とスチールのスイッチプレートの場合の比較もですね、ぜひ皆さんにも聞いていただければと思います。で先に結論言っちゃうと、スチールの方が、ポムのプレートよりもやっぱりですね硬い分、打鍵音も打鍵感もやっぱり硬くなるなという感じですので、そこは好みが出るかなと思ってます。とはいえですね、実はスチールじゃなくてポムでも意外にいいなというふうに個人的には感じていて、ポムの方が柔らかい打鍵感にはなりますし、音もですねめちゃくちゃパチパチっていうかは逆になんかその衝撃によってうまくそのパチパチが引き出されているという感じもしています。なのでその辺はですね、またおそらくそのキーボードによって違ってきますので、そこは皆さんのキーボードで試していただければと思いますけど、少なくともこのプランク V7 に関しては、スチールとポム必ずしもスチールである必要はなさそうだなというところが気づいているところになっているという感じです。あとはキースイッチとキーキャップという感じになりますけれども、キースイッチに関しては、先ほどからお見せしているようにこのマカロンとテクシーのキースイッチを使っているという形で、これらがですね、パチパチ音を出すには最適かなというところで今使ってます。でキーキャップに関してはちょっと今ここに置いてないですけども、こちらの動画で紹介してるんですが、KP リパブリックさんのゴーストジャッジという、チェリープロファイルの PBT 製のものを使ってパチパチ音を出しているという感じです。そしたら以上がですね、このキーボードの構造なわけなので、ここから作り出される音というのをこの後ぜひ聞いていただければと思います。でこの際、先ほども申し上げたように、このスイッチプレートをですね、ポムのバージョンとスチールのバージョン2つ聞いていただいて、その打鍵音のところの違い楽しんでいただければと思います。それではどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。今回は主にパチパチクラックな音にフォーカスをしてコトコトを生み出す方法というのを解説してきた感じです。はい、ここまで見ていただいて、分かったかと思いますけども、コトコト音のソックな音を作るよりは、パチパチっていうですね、クラックな音を作る方がですね、比較的簡単といいますか、構造がシンプルかなと思いましたので、そういう意味で言うと、パチパチ音の方が挑戦しやすいという点はあるのかなと思います。あとはですね、先ほど申し上げたように、キーボードによって、例えば、プレートもですね、スチールなのか、ポムなのかというところの使い分けで、一般的にはスチールがいいけども、実はポムの方がパチパチ音をうまくクリアに出せるということもありますので、その辺はぜひですね、皆さんの使われているキーボードによって多少の誤差があるというところはありますから、最適化していただければなというふうに思います。でももしですね、今回ご紹介した方法でわからないことあればですね、またコメント欄からご質問いただければと思いますし、できる限り、回答できる限りでですね、私の方も回答できればなと思います。はい、それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もですね、電波パ TV こんな感じでキーボード周りの、企画をですね、やっていきますので、見逃したぜってならないように、ぜひチャンネル登録していただければと思いますし、こういう企画でも動画作ってほしいとかあれば、ぜひコメント欄からお寄せいただければと思います。で、過去に上げたキーボード関連の再生リストは上のところに貼り付けておきますので、ぜひそちらご覧になっていただければと思います。それでは本日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さようなら。